日本にとっては待望の新型車導入と。全然余っちゃうシート自体にサスペンションがついていて、グリフィンって言われているですね動物で。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井優希です。今日はですね、いつもの私のチャンネルでは出てこないような車をご紹介したいと思います。もうすっごい大きいですよね。こちらはですね、スウェーデンのトラックメーカーであるスカニアが昨年発表した新しいトラックスーパーです。このスカニアスーパーなんですけれども、2024問題に対応すべくいろんな技術を持っているすごく面白い車なので、今回私のチャンネルでもご紹介させていただこうと思いました。そしてですね、実はこの春から私今井優希、このスカニアのアンバサダーとして活動させていただくことになりまして、そちらも含めてご紹介ということになります。ですから私のチャンネルではですね、割とこの後スカニアの動画たくさん出していくと思うので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。もうめちゃくちゃかっこいいので、私もですね、大型免許取得熱がふつふつと上がっております。こちらの、動向に関しましても皆さんぜひ一緒にチェックしていただけると嬉しいです。それではチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、というわけでですね、こちらなんですけれども、わかります？これ実はですね、空想の動物なんですけれども、グリフィンって言われているですね動物で、頭がワシで、下半身がライオンっていうですね伝説の動物がデザインされている紋章なんですけれども、これですね、スウェーデンのこのスカニアが誕生した土地が、スコーネ地方というところなんですけれども、そこの由来の紋章をデザインに使っているそうです。こういうのはですね、ドイツメーカーとかでもよく見られる手法ですけれども、非常にアイコニックで、また親しみやすいですねモチーフでもあるかなと思って、こういうところがね、やっぱヨーロッパメーカーはぐっとくすぐってきますよね。そしてこのスカニアというブランドなんですけれども、なんとスウェーデンの本国では130年の歴史を持つトラックであるとか、あと産業用のエンジンであるとか、トラックヘッド、たくさんのですねその産業用商業用の車を作っているブランドです。日本では2009年から法人があるんですけれども、まだまだですね日が浅いので、見たことがある人はですねかなりの車好き、トラック好きの方かなっていう感じもします。さあ、こちらのスーパーという社名なんですけれども、一番最初にこのスーパーという名前が出てきたのは1961年のことだったんだそうです。当時スカニアは世界で初めてターボチャージャーをトラックに導入しました。そのユニットをスーパーと呼んでいたんだそうなんです。そしてこの新しいスーパーは本国では2021年に導入をされました。日本に上陸したのが2023年ということになります。ですから、日本にとっては待望の新型車導入というようなタイミングにもなりますね。そしてこの 560R なんですけれども、560が出力ですね。そして R がキャブタイプになります。これ S とかもねあるんですけれども、この場合は R ということでトラックヘッドの R という形になります。それではですね、機能紹介していきたいというふうに思います。このスカニアなんですけれども、実はですね今フォルクスワーゲン傘下に入っております。ということでですね、フォルクスワーゲン傘下というと、フォルクスワーゲンはもちろんそうなんですけれども、アウディとかまたポルシェのような高性能なラグジュアリーなモデルをたくさん作っているメーカーをね、そのグループの中に持ってますので、どこか欧州のね高級車っていうものをですね思わせるようなデザインがたくさん導入されているのがポイントかと思います。いや、本当にかっこいいと思いませんか？やっぱりね、スカニアのお仕事させていただくことになったんだよねみたいな話をですね、業界の人たちに言うと、スカニアかっこいいよねみたいな、車好きのお兄さんたちはですね、みんなやっぱりスカニアイコールかっこいいっていう風にですね思ってる方がとても多いんですけれども、こうやって見てみると、やっぱりデザインのあちこちにそういうですねそのかっこよさ、欧州車の高級車らしいですね佇まいっていうのを見て取れるんですね。はい、まずはですねエアロダイナミクスなんですけれども、パワートレインのお話は後ほどいたします。にして、やはりですねトラックかなり長い距離を走ります。特にですね、日本では、走行距離っていうのはですね日本列島の中ですから、言ってそんな1000キロ1500キロそんな感じだと思いますけれども、ヨーロッパだともっと移動距離が長くなるわけですよね。でこうなってくると、やっぱりエアロダイナミクスのもたらす燃費性能っていうのがすごく大事になってきます。そこでこの辺ですよ。実はですねこれ一つデザインの面でもすごく重要な部分ではあるんですけれども、このように面の中にですねたくさん彫り込みのようなですねラインが入っています。でこれが一つですねその乱流を防いで、その燃費性能であったり走行性能に効かせているというのがポイントなんです。こういうところいっぱいあります。見てくださいね後で。
すごくですね彫りが深くてコントラストがついていて綺麗ではあるんですけれども、これが全部機能部品でもあるというところも注目ポイントかなと思います。このフロントのグリルのあたりからですね、インテークの横からラインが入ってますね。でこれが大きなラインが2つ入ってます。ここもデザイン的にすごくかっこいい部分ではあるんですけれども、ここもですね実はですねそのエアロダイナミクスを考えて作られたプレスラインであるそうなんですよね。ここが結構ですね大胆にこのボディの横にまで回り込んでいますので、ここもそのデザインとして端正に見せますし、非常にこう疾走感走行感っていうのを表している部分でもあるんじゃないかなというふうに思います。さあ実はですねこのラインなんですけれども駆け上がるように2本ありますね。でこれ空気の流れっていうのをですねもちろん整える理由もあるんですけれども、ここで一回後ろに流れた空気はですね、トラックって、このヘッドだけじゃなくて必ずねこの後ろに荷室がありますよね。またもちろんこの、そのヘッドの部分の裏も切り立ったようなその垂直なラインになってます。でここで流れたものはですよ、その物理の話になるんですけれども、こうピタッとこうボディに沿って後ろに回り込みます。そうするとプッシュ、後ろからですね押し出すような空気の流れを作ってくれるらしいんですね。でこれによってですね安定性であったりとか、もちろんハンドリングにも効いてきます。そして長距離航続してくるとじわじわと燃費に効果的になっていくというような流れにもなっているんだそうです。はい、そしてですねこのスカニアスーパーのデザインなんですけれども、とても印象的に黒い部分が使われているなというような印象を受けました。で、この、グリルのところももちろんそうなんですけれども、このボディの外反色とそれからメッシュになっているグリルの部分っていうのがですねこう交互にリズミカルに作られていて、規則的に非常にクリーンで美しいデザインを実現しているというのもですね、ちょっとこうポルシェとかアウディを思わせるような高級感っていうことを匂わせているのかなっていう感じがします。でこの、デザインだけじゃなくてその全てが機能に基づいているっていうのが、スカニアの面白いところかなっていうふうに思うんですけど、ここですね、これがなんとこっち側が、そのターボチャージャーに空気を入れていくインテークになってます。でこの面白いんですけどこっち側はデザインなんですよね。でここは綺麗にこうカバーをされていて、ここは止められています。でこっち側がインテークになっているいうような感じなんですよね。なのでここまで大きなそのインテークをこのボディの前面に持ってくることによってですね、このターボチャージャーにダイレクトにですね効果的に空気を入れるということが可能になっているわけですね。これは前面投影面積がこう切り立っていて大きいですので、ここで面を上手に使う機能のために使うという工夫もなされています。さあそしてこのスカニアのトラック、特にスーパーに関しましての大きな特徴としてはメンテナンスがすごくしやすいということがね挙げられると思うんですけれども、何がって思うんじゃないですか。やっぱり私もトラック初心者なのでこうメンテナンスって言われてもっていう感じにも思いがちなんですけれども、確かに長距離走りますからある程度のですねメンテナンス自分でされるというトラックドライバーさん多いのかもしれません。ということで一番大事になってくるのがやっぱりこの内部へのアプローチなんですけれども、すごい簡単なんですよ。やってみますね。はい、こんな感じでガバッと開いちゃいます。さらにこんな感じでもう全部オープンになっちゃうんです。こうなるとですね、ここがこう開いちゃうと、これ我々こうやって見てますけどいつもねこうやって開いちゃうとうわでかいとかそのいろいろこう普段見慣れないことに対してときめきがちなんですけれども、でもやっぱりね細かいところにすごいいろんな工夫があって、例えばこのダンパーもちゃんと油圧になっていたりとか、本当にですねその高級車としていろんなところがもう使う人の気持ちを考えて作られているなっていうことをすごく強く感じて、ちょっといちいち開けるたんびに感動してしまいました。こうやったね自分でちょっとだけ足せるものとかはメンテナンスできるようにもなっていますし、閉めるのももちろんめちゃめちゃ簡単なんですが、そしてですねこれも小柄な人でもですねすぐにこの蓋を閉めれるようにですねちゃんとのバンドがついているというのも気遣いかなと思いました。さらにですねもう一つ面白いのがこれです。ちょっと重みありますけれども女性でも簡単に引き出せると思いますけれども、ここが開いてこのようにここに実はですねハンドルがあって上に乗れちゃうんですね。でこれによって窓が拭けたりとかい
いうことが可能になっています。また、凍ってくる地方だとワイパー上げときたいですよね。ここのワイパーブレードのところをですね保護するためにですね、雪降る時に上げている人とかもいっぱいいらっしゃると思うんですけども、こういうところのメンテナンスも背が低い方でも結構容易にできるよというのもすごく面白いところかなと思います。ちなみにここなんですけれども、すごいしっかりしてるので座って休憩したりとかするのもすごいいい景色じゃないですか。ことのほか私はこれがすごい気に入ってて、ここに座るとちょっと自分だけの車、自分だけのスカニアみたいな感じがして、ちょっとときめいてしまうポイントでもあります。さあ、それでは待望のインテリアに行きたいと思います。私もですね大型のトラックヘッドっていうののインテリア紹介をすることがまず動画で初めてなので、もうめちゃくちゃ見どころがあるのでワクワクしながら行きますよ。まず開けるとですね、90度にしっかりと扉が開きます。そして一旦開いてしまうとロックされるので、こちらもすごく安全にできています。でもう3つもステップがあって上がっていけるんですけれども、グリップが前後に2つあるので、ここもどっちを持ってもしっかりとですね安全に体を安定させて登っていくことができるということになっているのがポイントです。またですね、これ結構ですねフレームに直付けされているので、すごくしっかりしているっていうのもポイントかなと思います。もう全然ビクともしない、すっごいしっかりしてます。いきますねほら秘密基地感があってワクワクしちゃいますよね。というわけでですね、運転席にアプローチできました。それでは運転席から見てみましょう。でやっぱり長距離をですね走るこのスウェーデン発祥ということもありまして、ヨーロッパのトラックメーカーらしいなと思うところは、このシートアジャストがものすごく豊富だということです。でもちろんですね、このシート自体にサスペンションがついていて、例えば重い荷物をたくさん積んでしまった時なんかにですね、その車重の影響を受けて路面のインフォメーション、路面のアンジュレーションであったりとか、そういうものをですね受け取る時に、ドライバーの体に負担がなるべくないように、このようにシート自体がすごくサスペンションするっていうのが一つ大きな特徴なんですけれども、やっぱりですねヨーロッパとかって、日本以上に女性ドライバーが非常にトラック多いですよね。で小柄な方がですね乗ってもちゃんとアジャストできるように、このランバーもそうだし、そのシートのもちろん背面もそうだし、結構きめ細やかにですねそのドライブポジションをちゃんと動かすことができるっていうのが、ここに全部スイッチが揃っています。でこれもすごく分かりやすいですし、その直感的に触りやすいのと、あとですねこの操作が本当にね無段階なんですよね。割と段階のノッチはあるんですけれども、電動のようにすごくきめ細やかにですねそのアジャスト幅が細かく設定されているので、ここも気遣いポイントだなというふうに思いました。さあそれではですね、無駄に登ったり降りたりしたくなるこの室内空間のご紹介をしていきたいと思います。ご覧のようにですね非常に運転席ゆったりしてます。先ほどご紹介した通りですね、シートはすごくアジャスタブルでいろいろと機能が多いシートなんですけれども、キャビン自体もですねすごくゴージャスっていうのがこのスカニアの特徴かなというふうにも思います。まずですねこの辺、これもちろんねこういう風にガチャッと固定できる、ステアリングがついてるんですけれども、このステアリングもですね実はこのスイッチでチルトできるようになってるんですけれども、このチルトの幅がその辺でできるっていうね、そのいいところで自分にアジャストできるっていう、ロックがいろんなところでできるようになってるんですね。なのでこれも好きなポジションに合わせられるっていうのもすごく面白いなと思いました。でもちろん降りるときはねパッと上に上げて、まるでレーシングカーのようにですねこのステアリングを跳ね上げて利便性高く降りることも可能という感じなんですね。そしてこの辺のインターフェースなんですけれども、実はこのスーパーはですね撮影用の車両で前の方のインターフェースがついてます。実はこの後ですねこのインターフェースがこうなるんです。もう普通に乗用車のようなですね、もうまるでメルセデス・ベンツについている MBUX みたいにパネルになるんですよね。もうすごく先進的ですし、商用車こそこういった機能がたくさん入っていると、長距離のドライブに対して疲労感も少なく、非常にですね乗っていて、快適に長距離を移動できるんじゃないかなというふうにも思います。さあそしてですね、やっぱり室内空間の凄さっていうのがこのスカニアトラックの特徴なんですけれども、この辺は本当にね大陸を長距離移動するトラックならではの工夫がいろいろあるんですが、見えちゃった？
まずベッド行きましょうか。そうこれベッドなんですよね。というわけでちょっとやっぱり私日本人なので靴脱ぎますけれどもご覧ください。これ実は多分ねこうなんですよ。こうなんですよ。このマットレス自体がものすごくいきますね。私身長162センチですよ。全然余っちゃう全然余っちゃう。すっごいふわふわでものすごく快適です。でこの快適な装備が本当にいろいろすごいんですけども、まずですね小窓がございます。はい、もちろんこのようにですねシェードをかけることができますし、ちゃんとここに読書灯もあるんですね。これもすごくルーミーでいいなと思いますし、まずここにストレージがすごくたくさんあるっていうのもポイントかなと思う。そしてここです。ここにスイッチ類があるんですけれども、これ何かというとあれ実はですねスカニアのトラックっていうのはすごく燃費効率に優れているのと同時にですね、その燃費と環境っていうことにもですねすごく考えられているっていうのがポイントです。この辺はやっぱりスウェーデンのトラックメーカーらしい工夫だなというふうに思うんですけれども、実はですねやっぱりトラックドライバーさんね待機する時間が非常に長いですよね。この2024問題の一つ大きなポイントにもなっているのが、走行の間に休憩を必ず挟まなければいけないというですねその労働基準が厳密になっていくということもポイントになってくるかと思うんですが、そうなると日本はやっぱ寒さももちろんそうなんですけれども、夏の暑さでエアコンをかけっぱなしになっちゃう、アイドリング状態でエアコンを常にかけておかないと室内空間がとても暑くなってしまうという問題があると思います。だけど実はスカニアトラックはですね、補助キャブクーラーをトラックの大容量バッテリーで作動させることができるため、アイドリング状態にしておかなくてもエアコンをちゃんと使うことができるっていう機能があるのがポイントなんです。なのでエンジンオフにしてもバッテリー、普通の車のバッテリーではないです。大きな商業用トラックのバッテリーですから、例えばクーラーであれば 1,2 時間は冷えた状態をキープすることができる。また暖房であればですね一晩ぐらいはエンジンを使わなくてもキャビン内を暖かくしておくことができるというのもポイントなんですね。なのでこういうね、窓を少し開けておいて、このてっぺんのところなので防犯的にも非常に安全ですし、で外気をねちゃんと入れることができるっていうのもその室内空間づくりっていう意味でもね非常に優れているポイントかなというふうにも思いました。そしてもう一つ、ここに USB のタイプ A もありますね。ということでここが例えばねここにスマホを挟んだりとかタブレットを挟んだりとかできるようにこういうようなネットもついています。さあそして限られた空間ですのでこのベッドの下っていうのがすごいことになっているので開けてみたいと思います。開きます。ガチャッと。はい、そうするとご覧ください。すごいストレージになってるんですよね。でこの下のこれが実はですね外からもアプローチできるようになってます。こんな感じです。ですので、蓋を開けて、このトレイの中はですね外からさらわれないんですけれども、この下にですねストレージがあって、外からもアプローチできるようなちょっとね外から取りたいようなもの、洗車道具とかそういうものとかを入れておくということも可能です。そしてこれですよ、この真ん中のストレージはベッドを作った状態でも引き出せるような引き出しになってます。この中にはですね例えば着替えであったり温泉道具であったりとかそういうものを入れておくのもいいのかなっていう感じがしますよね。でしかもそのコンパートメントとして結構しっかりしているので、これちゃんとこう、バーンって出ちゃわないように一つ一つこのノッチになっているっていうのもすごく気遣いかなというふうに思います。こういうの見るといけやって思っちゃいますよねはい、そしてこれがすごいんですけれども、なんと冷凍冷蔵庫です。ですから冷凍庫にもできるし冷蔵庫にもなると、純正の冷蔵庫になっているので、非常にですね中しっかりと庫内が広くていろんなものが入れられるんじゃないかなとも思います。冷えたコーヒーとかアイスとかも大丈夫っていうね嬉しいですよね。そしてあちらにも足元の方にもね、しっかりとしたストレージもあります。これぐらいのサイズね、しかも全部ねこういう風に取り外しができるようになってるっていうのもまた非常に
こうユニークですよね。やっぱり室内空間としてお家としてちゃんと機能するっていうところがすごくいいなと思いました。しかも私さっきからこう話しながらこうすっごい気軽にやってますけど、ユニットが全部すっごい軽いんですよ。だから、室内空間は狭いですけれども、その狭さをこう操作が軽やかなのであんまり感じないっていうね、すごい利便性もあります。こんな感じでね、気軽に使えると。そうか、だからなんとこういうことができるってことですよね。すごい。もうだから運転席で、ちょっとね休憩しながら、寝るほどじゃないんだけど、ちょっとなんか飲みたいな。マーベラスじゃないですかこれすごくないですか。ほら素晴らしい。もう部屋やこれは部屋や、欲しくなっちゃう。そしてですね、本当にたくさんコンパートメントがあるのも長距離を走る大型トラックヘッドの特徴だなと思うんですけれども、このベッドの上ですよ。これが全部コンパートメントになってます。結構な容量ですよね。でさらにこの上にも物入れがあるんですよね。でこういったところに細かいものを入れておけるというのと、いろんなところに電源があるっていうのもポイントです。もちろんですね、このオーバーヘッドコンソールにもなっている。こんな感じでどんどんこう開けていけるんですけれども、これが全部大型のコンソールボックスになっております。でいちいちすごいなと思うのが、これが全部油圧付きのダンパーがついてるんですよね。でここもやっぱりコストがかかってるなと思います。スカニアトラックは非常に高級なトラックヘッドとして有名ですけれども、こういうところにきっちりおもてなしがあるので使ってて満足度がすごく高そうね。やっぱりいつかはスカニアって思ってるトラック乗りが多いっていうのをすごくわかりますね。そしてこのコンパートメントももちろんそうなんですけれども、先ほどオープンクローズしたこのルーフウィンドウなんですけれども、これが実はシェードが2種類あって、このようにメッシュのシェードと完全に遮光のシェードが2種類あって、それが左右で使い分けができるっていうのもすごく面白いと思いませんか。なんかね、以前そのトラックの取材で北欧に行った時に聞いたんですけれども、やはりですね、その北欧の方に、北の方に上がっていけばいくほど、この商業用トラックというか職業ドライバーは日照時間の影響を受けて、その体調っていうものをですね、すごくマネジメントするのに苦労するんだそうです。例えばその白夜の国に行くとですね、もちろん日が沈まないっていうことで、体内時計が狂ってしまう。また夜が明けないっていうことでも体内時計が狂って、北欧居住権の皆さんってそのちょっとうつ病になっちゃったりとかする事象がすごく多いんだそうです。でそれがやっぱり長距離の商業ドライバーにとって、その健康上の理由として、非常に大きな問題になっているっていう話を聞いたことがあります。ですからこういうですね、しっかりと遮光できるっていうのもポイントですし、大きなライトが、車内のライトがついてて、ちゃんとですね、その体に光を浴びさせるっていうのもすごく大事なことなんですって。これはすごい面白い問題だなと思って、日本にはない問題ですけどね、面白い問題だなと思ったので、ちょっと知識的にお話ししましたけれども、そんな理由もあってかなくてかわからないですけれども、このように2種類のシェードが用意されているというのもですね、トラックには面白い機能なのかなというふうにも思います。でもちろんですね、プライバシーのためにカーテンをつけることができますので、カーテンレールも純正でちゃんと入っているというのもポイントかなと思います。さあ、そしてさっきからですね、すごいナチュラルにお話をしてますけれども、私直立で立ってることにお気づきの方いらっしゃいますか？私身長162センチです。でこれ真ん中のこのセンタートンネルの上に立ってるんですね。ですから実はですね、この下に立つとこの室内高が190センチあるんです。なので結構ですね、大柄な方でも頭使う、まだ私10センチぐらいありますよね、余裕が。立ったまま作業ができるということもですね、この室内で立てるっていうこともですね、例えば着替えとかしますよね。そういうことを考えてもですね、これもやっぱり大型トラックヘッドとしての優位性、居住性の高さっていうところにつながっているかなと思いました。こんな感じで、もうこれね、ちょっとしたカフェですよ、本当に。もう私これ本当にこれでライフスタイルを一つ確立したいですもん。ちょっとじゃあ何運ぶんだっていう問題はあるんですけど本当に素敵、本当に素敵です。
ちょっと今また引き出しに気づいてしまいました。車検証入ってますけど、こんなところに書類入れる、なんかあらやだ、めちゃくちゃあるじゃないですか、収納が。いや、こういうところのその収納に関する考え方も、日本のミニバンとかはねやっぱすっごくいろいろ考えられてますけど、やっぱ北欧すごいですね。こんな、しかも引き出し式のガチャって開くとかじゃなくて、引き出し式で奥までちゃんと物が入れられるっていう、このグローブボックスの作り方っていうね、こういうところもすごく考え方的にも素敵だなと思いました。それからさっきのですね、その大型バッテリーの話じゃないですけれども、ここご覧ください。これシガーソケットなんですけれども、12ボルトと、これ普通ですよね。なんと24ボルトまであるっていうね、大出力のですね、このシガーソケットがついているというのもやはりですね、この大型のその商用エンジンらしい特徴ですよね。だからここでご飯炊けちゃうっていうねすごいですよね。だから本当にこのトラック内で、スーパー内で居住空間が完結してしまうというような快適な室内になっていることに驚きました。そしてですね、これも北欧デザインというか、やっぱりスカニアトラックらしいと思うんですけれども、この湾曲のガラスがフロントガラスに入っているので、本当にその開口部が大きいんですよね。だからガラス部分がすごく大きいので、視界的に物理的にちょっと後ろ側になるというかね、そのアクスルの真上になるぐらいになっているっていうのが視認性の部分に非常に効果的なんじゃないかなというふうに思いました。やはりですね、このぐらいの大きなものになってきますと、視覚がやっぱり増えてきますので、このね視覚をなくすための、横のサイドビューのためのですねモニターももちろんありますけれども、それだけじゃなくて前面をですねサイドにまで回り込む湾曲ガラスを使うことによって、本当にねこの下が見やすいんですよね。でここにピラーがないっていうところもやはり視覚的に工夫をされている部分じゃないかなというふうにも推測しています。しかもこれね、これがこのサンシェードもすんごい大きいですよね。いちいちこういうの感動しちゃいますね。さあそれではですね、エンジントランスミッションを見ていきたいと思います。私も自分でやるの初めてなので興奮してますが、いきたいと思います。さあそれではですね、今トラックのヘッドを上げてですね、心臓部を拝見しております。もうご覧ください、めっちゃ大きいこのエンジンね、この心臓部が搭載されておりますけれども、この新型スカニアスーパーにはですね、これ完全に自社製品製となっています。スウェーデンのですねスカニアの R&D 部門が自社開発をいたしました新パワートレインが搭載されてるんですね。でこの開発、なんと5年にも及んだ研究と、それからテスト、それからですね投資がなんと20億ユーロ超えということで、かなりですね気合いの入ったパワートレインになってます。で今見ていただいているのがこちらエンジンです。こちらなんと13リッターエンジン、ディーゼルになってます。はい、そしてこの下にですねターボチャージャーが入っているという感じなんですよね。はい、この下ですね。はい。で全てにスカニアっていうその刻印が入っていて、自社製品を開発してるよっていうねプライドが見て取れるわけなんです。でちょっと後ろに行くと、はい、こっちがギアボックスになってます。ね、大きいですよね。ちょっとこれ見るだけで興奮しちゃうんですけれども、こちらも新型のギアボックスになっております。はい。で、エンジンのお話からちょっとしていきたいんですけれども、この大きいエンジンなんです。13リッターなんですけれども、この最新のエンジンのプラットフォームなんですけれども、新しい噴射システムですね。このインジェクションも含めて DOHC 型エンジンとして再設計をされたものになっています。このスカニアのエンジンがすごいのは、ブレーキ熱効率がすごく高いということなんですね。なんと 50% というですね数字を、驚異的な数字をね叩き出しております。これによってですね、スカニア現状日本にはディーゼルエンジンのみの導入を考えているということを言ってますけれども、スカニア同時にですね、カーボンニュートラルに対しての姿勢も非常に積極的で、2050年までにはですねその化石燃料からの脱却ということも言っておりますけれども、それに続く一つの道の一つとして高効率なエンジンを開発するということをですね積極的に行っているわけですね。でこれによってですね今回のエンジンも非常に効率のいいエンジンとなっているということなんです。
通常の大型トラック用のディーゼルエンジンなんですけれども、このブレーキ熱効率だいたい30から 40% ぐらいが、普通の数字なんですよね。なのでこの、スカニアのブレーキ熱効率 50% というのは驚異的な数字というのを分かっていただけるかなというふうに思います。ちなみにですね、このトラックメーカーが、実はですね欧州でのテストなんですけれども、全部参加してその燃費テストの大会みたいなのがあるんですね。でそれでスカニア断然優勝してます。もう他のトラックメーカーの追随を許さなかったんだそうです。ということでですね、実は今回トランスウェブさんというですね運送会社さんのテストコースをお借りしてるんですけれども、ここでもその燃料の削減、燃料費の削減ということをですねこのスカニアで非常に達成しているということをお話をされてました。はい、こちらのギアボックスなんですけれども14速の設定になっております。でこのギアボックスなんですけれども、やはりですね、14速あるということで非常にきめ細やかな変速が可能であるということなんですけれども、こちらももちろん新設計自社開発になっていて、なんとですね最大トルクを900ニュートンメーターというかなり低い回転域から出すことができるんですね。なので、高効率だけではなくて、非常に運転楽しいよということもねおっしゃってました。やはりですね下の方からトルクが出ると一般走行域でしっかりとトルクを出していける、スピードに乗っていけるので、スカスカさせるよりもドライバーのその走る気持ちもそがないし、さらに早く高い速度に合わせてそこで高いギアを使っていくことによって燃料を削減していくということができますので、ディーゼルエンジンのトルクのある特性と合わせまして、非常に走行が楽しいというのも理解できるなというふうに思います。14速というギア数、トラック界ではですねかなり異例のギアの多さなんですね。うち14段目はオーバードライブとして使うということなんですけれども、これだけやっぱりギアがきめ細やかにあるので、どの速度域にもですねそのシフトのアップ方向もダウン方向もですね非常にシームレスな加減速が楽しめるというのもですね一つポイントかなと思います。しかも荷物にも優しいですよね。ガクガクしないからね。さあそしてですねこちらに見えているもうこの大きな丸、これがですねリアアクスルになっておりまして、このリアアクスルも新設計をされました。リアアクスルの中にはですねハイポイドギアというのがあってですねこちらの方も設計を見直されているんですけれども、このですねそのハイポイドギアの刃もうですねエネルギーロスを避けるためによりダイレクトに噛み合うように再設計をされたんだそうです。でそれによってですね実はなんとですね中に流れるオイルの量も削減できていて、そこも燃費に効率的になっているということなんですよね。でそしてオイル自体も削減されているということで、ここもサステナビリティに貢献しているということなんです。いやこのドアの閉め音本当にすごいですね。高級乗用車のようだ。スポーツカーみたいな密閉性と、それから閉めた時の質感がすごいです。いや何回もやっちゃう。すごい本当にピタッと閉まるし、すごくドアの閉めた時の質感が高いです。これはもうドライバーさん乗るたんびに満足するんじゃないかなと思います。それではエンジンいきますね。揺れない。すごい。今ですねずっと撮影してたのでかなりエンジンが冷えてる状況ですけれども、特にですねディーゼルエンジンって冷感始動の時の震えがすごいんですよね。でそれがこれは合成とかもあると思うんですけれども、ものすごく静かに始動しましたね。そして完全に前閉している状況ではすごく静かです。やはりこれだけ大きな空間ですから、反響音も含めて、しかも13リッターっていうねすごく大きいディーゼルエンジン搭載しておりますので、ちょっと心配してたこの揺れとそれから騒音なんですけれども全然静か。びっくりしました。すごい本当に揺れないさあというわけでですね今日はスカニアスーパーの魅力に迫ってまいりました。いかがだったでしょうか。初めて今運転しましたけれども
すごく滑らかでスムーズでびっくりしました。しかもすごく乗りやすいんですね。この運転感の良さっていうのもですね、やはり長く支持されている理由かなというふうにも思います。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。自動車ジャーナリストの今井優希でした。バイバイ。